皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。以前解説した北朝鮮とロシアとの間における軍事同盟、新しい条約についての解説を行いました。第三国からの攻撃があった際には、攻撃されていない側も条約に基づいて支援を行おうとするものです。プーチン大統領はこの新条約に基づく北朝鮮との軍事経済支援を拡大しようとしています。ただし、軍事面でのやり取りが拡大することは、国連の制裁違反を国連常任理事国が率先して行うこととなり、また、北朝鮮が軍事的な技術支援などを受けて評価されることは隣国韓国にとって見過ごすことのできない問題です。そのため、韓国がウクライナへの軍事支援も考えるといった見跡を投げています。こうしたこともあって、プーチン大統領は表立って北朝鮮軍の派兵を対ウクライナの戦場においては求めないと話をしていました。しかし、表立ってはそうではなくても、実質的にはそうするだろうという報道が韓国において行われました。といったわけで、そのあたりから今回の話を始めていきましょう。主に取り上げるニュースはこちらです。1、北朝鮮の労働力輸出、ロシアが占領しているウクライナ領に公兵派遣をするという韓国のテレビ報道がありました。2、ロシアの使い捨て兵士の調達。兵士として戦線に向かう覚悟があるのであれば、ロシア人として受け入れようという移民拡大政策が推進されています。主にロシアよりも経済状態が悪く貧しい人々が多い旧ソ連構成国などでこうした動きが加速しているようです。3、ウクライナの世論調査。ゼレンスキー大統領の信頼感 53.8% と発表されました。この数値は徐々に低下傾向にあります。しかし、低下していないのは、ウクライナ国民はロシアによる侵略を決して容認はしていないというところです。北朝鮮はこれまで中国、ロシア、モンゴル、また北朝鮮との関係も深い東南アジアの国々などに労働者を派遣してきました。こうした労働者派遣は安い労働力をそれぞれの国に提供するという意味で受け入れる側にも利益がある。そして送った側としては外貨を調達する手段として機能するのでお互いに利益のある行動として続けられてきました。そして今回の公兵を派遣するだろうという韓国の報道に関しては動画の冒頭部分で述べたようなロシアと北朝鮮における新しい条約に基づく政策だと見られています。今回北朝鮮が送るだろうと言われているのが一般的な作業員としてではなく北朝鮮の軍に所属する公兵部隊だそうです。このような公兵部隊はウクライナに送られて何をするかといえば現在のところ言われているのは占領地域における住宅建設です。なぜ占領している地域における住宅建設を行うかといえば、そこにロシア本国から多くの人々を移住させ、それによってもともと住んでいた人たちの割合を下げて、ロシアとの同化を促進するためです。住宅を建設し、そこに新しい住民がどんどんと入ってくる。そして、そうした人々がその地域における主流派となっていけば、ウクライナ色がどんどんと薄まっていくというわけです。そして当然のように軍に所属する公兵ですから、そうした建設事業だけではなく前線における陣地や塹壕の構築などにも携わるだろうと言われています。現在のロシアは多くの人々を軍に吸収して、また軍需産業にも国家予算の3割を割いた大規模な資金投入をして増産に取り掛かっていますから、そちらもまた多くの労働者を吸収しています。そのために国全体で労働者不足が発生しており、北朝鮮から人手が確保できるのであれば、これを大歓迎としています。建設作業だけではなく、死傷者も出るであろう前線での作業なども、ロシアも北朝鮮もどちらも人命軽視の国ですから、被害が出たとしても全く気にすることはないでしょう。一方で北朝鮮にしてみれば、そのような形で前線でいくらか死んだところで気にする国ではないでしょうから、獲得できるものの方が価値が大きいと考えているでしょう。北朝鮮にとってロシアという国は、食料とエネルギー源という政権を安定化させるために必要なものを持っている国ですから、労働者を派遣し、それと引き換えとしてルーブルもしくは
現物を得ることができれば、それで全く問題はないわけです。他の国の場合だと、ルーブルなんか得たところで大した意味はないのですが、先ほども述べたように食料とエネルギー源が確保できるのであれば、北朝鮮にとってはルーブルもまた役に立つ通貨なのです。そして、今のところは公平だけだろうと言われている話にしても、ロシアの本音としては、どうせなら兵隊も欲しいところでしょう。現在のロシア軍としては使い捨ての要因というものはいくらあっても困るものではありません。ロシアの最前線における戦い方としては、いくらかの部隊を突撃させ、その突撃した部隊に対するウクライナ軍が砲撃をすれば、対砲兵レーダーを元にして発射点を割り出し、そこからの砲撃戦でウクライナ軍に打撃を与えようとします。ですから、使い捨てにする兵士が多ければ多いほど、砲撃戦もまたはかどるというわけで、この基本戦術がまた厄介なもので、人命軽視をする人海戦術というものは決して侮れないものなのです。そして、兵士がいくらあっても足りないなと考えた現在のロシアにおいては、他国から多くの人々を招こうとしています。現在のロシアよりも、さらに経済状態の悪い国々は探せばいくらでもあります。もしくは国としては経済状態が良かったとしても、貧富の格差というものは常に貧困層を生み出しますから、高い給料を提示することによって、ロシアに来た方が豊かに暮らせますよという幻想を抱かせるような形で兵士を調達する動きというものが随時行われています。この問題に関しては以前も解説しましたが、ミャンマーやインドといった国々の貧しい人々に対してリクルート活動を行い、警備員って高い給料がもらえるよなんていう形でロシアに呼び寄せて、契約書の内容もよくわからないままサインしたら前線を送り込まれてあっという間に多くの人々が死んでしまうといったことなどがすでに報告されています。同じような事例が現在のところ、ウズベキスタンやキルギスといった私たち西側のニュースではあまり出てこないような国で積極的にロシアが兵士調達を進めており、それらの人々に対してロシア国民になれば豊かな生活ができるといった形で移民として招いて、そしていざロシア国民になったらあなたには兵役義務があるといった形ですぐに軍に送り込んで最前線送りにするといった手法が取られているそうです。現在のところそのような形で兵士にさせるための移民勧誘といったものは3万人程度がすでに成功し、そのうち実際に戦場に送り込まれたのが1万人程度だそうです。ロシア軍では日々多くの死傷者が出ていますから、このような他国からどんどんと兵士を調達しようという動きは加速するものとみられます。最後の話題はウクライナの国内情勢についての話。ゼレンスキー大統領の信頼低下 54%、ウクライナの世論調査。ウクライナのシンクタンク、ラズムコフセンターは26日、政治や社会情勢に関する世論調査結果を発表。ゼレンスキー大統領を信頼するとの回答が 53.8% となり、1月の調査から 15.2 ポイント下がった。ロシアによる侵攻が長期化する中、ゼレンスキー氏への国民の信頼は低下傾向にある。世論調査では、ゼレンスキー氏を完全に信頼しているが 18%、どちらかといえば信頼しているが 35.8%、国家が正しい方向に進んでいるとした回答は 32.9% で、間違った方向に進んでいるとしたのは 47.4% だった。軍への信頼は 90% となり、高い水準を維持している。調査は6月6日から12日、ロシアに併合された地域を除くウクライナ各地の約2000人を対象に実施された。同センターの昨年2から3月の調査では、ゼレンスキー氏を信頼するとの回答が 84.9% だったが、昨年12月は 70.7%、今年1月は 69% に下がっていた。そしてこちらが記事に出てきたラズムコフセンターの世論調査結果について公表されたページです。記事の中で取り上げられていたのは主な項目だけだったわけですが、世論調査自体としては非常に様々な話題について取り上げ、回答を集めています。注目すべきポイントとしては、先ほどの記事でも十分とは思うのですが、この世論調査の結果をどのように分析するかは人によって分かれるかもなと思いました。例えば記事の中で出てきたウクライナでの出来事は正しい方向に進んでいると思いますか？それとも間違った方向に進んでいると思いますか？という質問の後に、あなたの意見ではウクライナには既存の問題や困難を克服する能力があると思いますか？という質問も投げかけられています。その中では数年以内には克服できるだろう 29%、
より遠くの視点で乗り越えられる 45.9%、能力がない 11.3% といった形にして、現在の方向性としては間違った方向だと考える人が半分近くいると同時に、将来的には克服できるだろうという人が 80% 後半いることなどもわかります。ですから、必ずしも多くの人々が悲観的な見方をしているわけではなく、今問題はあるが、しかし将来的には良くなっていくだろうという全体の傾向を持っていることなどがわかります。また、信頼感が低下傾向ですよという話について言っても、じゃあ、ゼレンスキー大統領以外の何を国民は支持しているのか、そしてゼレンスキー大統領以外の何かに任せようとしているかという点についても、この世論調査からは、たとえ信頼感が低下したとしても、現在の体制そのものについて大きく変えようという意見ではないことがわかります。例えば、あなたはそのような社会制度をどの程度信頼しますかという質問に対して、ウクライナの大統領に対して全面的に信頼しています 12.6%、そしてその他の政府や役人、市区町村の首長、地方議会、様々なものが項目として並んでいるのですが、際立って高いのがウクライナ軍への信頼です。軍は実際に戦争を戦っているわけで、そうした意味では高い支持率を得ていることがわかります。そして、今の戦いそのものに否定的であるならば、軍に対する信頼度はもっと低かったはずでしょう。同じようにして、あなたはそのような政治家、役人、著名人をどの程度信頼しますかという質問においても、多くの人々の名前がずらっと並んでいるのですが、その中でもやはりゼレンスキー大統領は一番信頼感が高い状態です。誰か他の人、この人に任せようとウクライナ国民が考えているわけではなさそうです。続いて、ゼレンスキー大統領の任期が現在切れています。しかし、現在の戦時中において選挙をするのは非常に危険なことですし、大統領選挙を行う際のその討議においても、ロシア側の情報工作などがつけ込む隙が非常に多く出てしまいます。そのことをウクライナ国民はどう考えているか、この世論調査ではこのように出ていました。ここ数ヶ月間、ウクライナでは戦争終結前でも選挙が実施される可能性が広く議論されてきた。また、2024年に大統領選もしくは議会選挙を実施するという考えについてどう思うか、これに対して積極的に行うべきだと考えている人が 21.7%、これに否定的だという人が 58.8% でした。そして選挙を行うことがウクライナ社会を団結させるかどうかについても聞いています。選挙を行ったら団結するという考え方を示したのは 10.6% にとどまり、分裂もしくは分断へとつながってしまうだろうという考え方が 46.4% と国民の半数近くに上っています。この世論調査結果からは、少なくとも大統領の任期が切れて、今の戦時体制下だからこそ選挙を行わずに大統領が職務を続けることに関しては、それ仕方ないと多くの国民が受け入れている姿が見えます。最後に、あなたはロシアとの戦争におけるウクライナの勝利を信じますかという質問。勝利を信じないという人は 5%。そこそこ勝利できないだろうと考える人が 7.2%。そしてそれ以外の勝利を信じる、強く信じるというような人たちは合わせて 80% 近くに上っています。ですから、多くのウクライナ国民はなんだかんだ言ってロシアとの戦いにまだまだ士気が高い状態だと言えるでしょう。少なくともロシアによる侵略を受け入れるという人々は少数派だということです。ゼレンスキー大統領のウクライナ国民からの信頼感が徐々に低下しているという数値については、これをどう評価するかは人それぞれなわけですが、少なくともそのような傾向を示しているということは、今のウクライナには民主主義の息吹というものが確実に存在します。例えば、北朝鮮や中国における政治指導者というのは、表向きの国民支持率は 100% です。ロシアのプーチン大統領もまた、反体制派、反戦派といった者たちについては、これを積極的に排除していますから、基本的にはいつでも高い支持率を示しています。大統領選挙を行うときには、反戦派、反体制派については、そもそも選挙に出られないように排除しましたし、また選挙に出る人に関しては大統領を支持する人たちであり、しかもほとんどが小物です。作られた高支持率よりはむしろ今回の世論調査のような変化がある方がデータとしては信頼できるものだと言えるでしょう。そしてこれらの世論調査から導き出される結果というのは、そもそもウクライナの人たちはロシア軍を打ち払うことができれば別にゼレンスキー大統領じゃなくてもそれは構わないという考え方であって、決して
ロシア軍の侵略にこれに降伏しようという考えをしているわけではありません。大統領に対する信頼感が下がっているのはあくまでも成果が大きく上がっていないことに対する不満であり、ロシア軍を受け入れようという考え方をしているわけではないのです。このあたりがうまくつかみきれないと、ウクライナの人たちはもう戦争する気はないんだ、みたいな感じで世論調査の結果を読み間違えると思います。ウクライナの人々がロシアによる支配を受け入れたくないと考えている以上、そしてその心に基づいて抵抗している以上、ウクライナに対する支援にはまだまだ正当性があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。